终于要讲到他们的故事了。言語の理解が早いな。なあ、君らは誰なんだい？黄金鏡の住人か何かなんだろう？真正居民应该是像雷格那样的吧？わかるよ。僕らも知りたいことだらけだ。お話をしようじゃないの。もっと分かり合っちゃおうよ。そう、自分たちが知ることになる。ここが仮に黄金鏡だとしたら、自分たちを捨てた故郷よりさらに過酷な環境である。所以并不是他们的希望吧？记他。哦，所以这不是他们的人。啊，他们是只能拿自己的人做实验吗？已经没有退路了。どうだ？切り詰めてあと7日間くらい。水はもっと早くなくなるはず。干渉機ちゃんなら水場知ってるんじゃないの？他们这个笔记已经像是莱扎他们会记录的了。彼らは生き物ではないゆえに呪いにはかからないが、それゆえどの程度の証拠が異形の呪いをもたらすかも知らぬのだ。困ったね。これなんて書いてあるんだろう。上級ソース熱コリジャス。わかるのか？前。驚いた。未知の文字列すらあるぞ。对啊，他们应该也没有说下去吧？我々をはるかに超えているな。この黄金鏡を理解するには君の持つ知識も不可欠なようだ。他就是一路谬一，就是上一集。教えてくれたの名前。ブエロエルコ、文字のできるものを集めてくれ。干渉機たちもだ。那他真的跟深海村是有关的。伊路布尔，伊路伊。ここの住人はどこに行ったのかな？わかんねえけどここにはいない。体に模様ある人みたいな。好可愛啊他。村の言い伝えにあった。村で一人前になったら体に模様の墨入れる黄金鏡の住人にならい。でもイルミューイ子供できない体入れたの捧げ物の炭だった。なんだこいつ。いつから入ってた？どうしたの？ブエコ、何かが帽子に入ってていつの間にいたの？これ很可愛。かわいい。あ、イルミュイまだ危ないって。就是跟小宠物一样啊。
れる生物にしては哦警戒心が不，なさすぎる。上子、その生き物を飼う余裕は。大丈夫。こんな場所でもおとなしい生き物が。妙维可，だからその生態を調べれば探索も我々の生存の突破口を足りうるかもしれんな。しばらく置いて様子を見よう。バズケン、いいな。もちろんだ。可愛いしね。啊，水哇，种田了。待って、沸かしてから。とりあえず持ち帰ろう。みんなが待ってる。水源を確保できた自分たちは、それを足がかりに人食いの黄金都市で生き残る術を、犠牲を出しつつではあるが、少しずつ身につけていった。どうしたの？ユミュ不会是大丈夫？那个生日病吧？母さんの匂い。ふへへ、それが理由？イルミュイが最初に私最开始他也一直在。母さんの匂い。たくさんの人と交尾した匂い。母さんとても偉いからたくさん子供いる。でも女の子供イルミュイだけ。だから兄たちとても可愛がってくれた。でもイルミュイ調べたら子供できないわかった。イルミュイ呪われてる言われた。呪われたもの大穴が産んだから大穴に帰る。母さんも兄たちもイルミュイ見なくなった。もう子供違う言われた。イルミュイ、自分もね、子供ができなくて。だから、お母さんの代わりにはならないけど。代わりとかじゃない。上子がいい。やだ、もう、捨てられるの。自分は、光を見つけたがっていた。だが闇の中でようやく見つけ、触れ合ったものはやはり闇だった。けどなんて暖かい闇なのだろう。話したりしないよ、イルミュイ。啊！已经给他那个小花瓣了。天呐，我怎么感觉已经很像法普塔了？我感觉他头上不是也是什么3个？ほら起きてください。はい。イルミュイ。
嗯，卵芋虫ブエコ来てください。みんな昨日まで微熱だったのに。ヘイチェムのここ見てください。足の指溶け固まった鉛みたいに。みんな下痢の跡が。会不会就是水的问题啊？看病に水がいる。これ伝染の可能性もある。VLL、あとは頼んだぞ。はい。行ってくる。熱が下がらない。今度は何？食料の調査隊だと思うんですが。这是长成植物吗？这也不是生孩之类的。アジャポカ、岩の一部を採取したい。頼む。岩ではない。幾重にも折り重なり、溶け固まった大型生物でした。啊，我々は所以他们也慢慢成为尸骸了。ベラク、どうする？ここ以外に持ち帰れる水は？持ち帰る。我々に必要な水だ。その上で知らせねば。ねえブーコ、これカバンの中にあったんだけど何かわかる？神がかりの預言者は何か予感があったのだろうか。異物だと思います。何に使うのかまでは。干渉機君なら知ってる。这就是上集出现的蛋。这真的已经像罗盘了。那这是能孕育出生命吗？难道？急務だな。もう一ついいかな。それをどこで手に入れ？これを持ち帰った食料調達隊は仕掛けた罠を回っていたと思うんだけど、その道すがらで心当たりとかある？わからない。あの子たちはここに戻ってきた時はまだ息があったんだけど、ひょっとしてこの異物が関わってたりする？それの仕業。丸い異物は所以人的愿望越强大，越容易被变成岩石吗？願い？どんな願いであんな風に？就是生孩村的起源，类似于阿拉丁神灯啊。直に触れない方がいい。取り込まれて願いが散るとはなる。人の生態は雑多で複雑、適していない。所以最后是用了伊鲁缪尔，因为比较纯真嘛。水を取ることが必須なのに、その水が体を。イルミオイ、どうしたの？手が、そんな、ダメ、戻って。他已经活不了了。あの願いを叶える卵かい？可能可以续命吗？子供ならうまくいったりしない？妖体の感じる恐怖、ずっと原初に近い。可能性はとても高い。許可する。僕らじゃ雑念が多すぎる。あの子自身の願いにかけよう。ところでベラフは。哦つい不に，発症しちゃったね。
強がってたけど、そんな。時間はあまり残されていない。頼んだよ、ブエコ。あの子は必ず我々の救いになる。我々は汚れを押し付けられ、排斥された者たち。居場所を子孫の代まで奪われた者たち。イルミユイはその末の妹だ。救う手がありながら差し伸べねば、我々は再び居場所を失う。お願い、治って。あの子は必ず我々の救いになる。初めて間近で見た神がかりの預言者の顔。他恢复了。イルミアイ。长进去了。全然痛くない。イルミウイ、こっちおいで。こんなに元気なのに、でも痛くないって、何かがおかしくなってる気がして。この子は何を願ったのだろうか。それが覚えてないみたいで。ほら、いじったら痛くなっちゃうよ。痛くない。どう思う？ブエロエルコに任せ、我々は支えに徹しよう。イルミユイと最も心を通わせたのが彼女だ。イルミユイの願いもそれに関わっていると思いたい。限界は迫っていた。動けたものも日々倒れ、もはやほとんど残っておらず、自分まで発症したら、イルミュイは。结果他支撑到了现在啊，维克。イルミュイ、起きてる？ブエカ？イルミュイ！体、どこか痛くないの？平気。ブエカ？なんで悲しい？なんでだろう。イルミュイは大丈夫？悲しくなることあったりしない？ブエカがいるから平気。イルミュイの体はね。最开始的还是那样的温暖和柔软呢，伊鲁缪伊。この選択が間違いではなかったと祈るばかりだ。願いを叶える卵。この子は自らの幸せを、自らの恐怖が消えることを願ってくれる。感觉是为大家着想吧，为维克。イルミュイ、どうしたの？啊，哦，是他那个宠物。他不会愿望是可以生育吧？因为他不能生育，他就许了这样的愿望吗？
甘いものがあるなんて。俺はゆっくり。他们真的是把唯一的希望都留给了维克。可能一直因为他吃昆虫啊、草什么的，所以他身体比较不容易感染。大丈夫。みんなにも振る舞ったさ。言っただろ。あの子がみんなに振ってくれたんだ。不会是吧？啊！天呐，真的很恐怖，因为瓦兹桑他一路以来就是什么都能吃，感觉就是是不是所有的生物或者说是那个有毒的水他都能继续喝下去，是因为就是这些东西都在他眼里是一种食物呢？不会这跟他的就是预言有关？他到底是就是因为可能遇到了自己还不会死的未来，或者说是他预言到这样子的方案可能能让就是大家得到拯救？从没想到他怎么就成了一厨师啊！这回到另外一个问题，就是为什么他真的有这种神隐的预言呢？最开始我还觉得就是只是一个虚头巴脑的东西，后面发现他是真的能有预言力的，就是那凭什么他能有这样的力量呢？并且他就是不是奥斯城的人。现在就是伊鲁缪伊他不断的生产，然后这些孩子们就被当做类似于食物，这样子永远不断的循环下去，然后这就是他们要接下来就是拯救大家的方案吗？前面看到伊尔明伊他已经学会了维克他们的这个语言，然后呢说出了自己曾经的故事，真的还是挺心酸的。而且他哥哥他们是怎么把他检查出来的，对吧？我也真的很喜欢他跟维克之间的这些很温馨的日常，尤其是维克他还把就是他的骨头这样做成项链给到就是伊尔缪伊，然后他们这些就是探险队的人看就是拿到了这个可以许愿的蛋，真的感觉就是一种引诱呢，就是它能实现你的愿望，但是它也会以另外一种更加强大甚至是可以说是凶狠的方式来回收掉，来讨要你的一种价值吧，就是类似于像是用你的这种生命来付款了。其实这已经是生孩村的这个出壳，就是你要为你的这个欲望买单。对于成年人来说，他们的这个愿望或者说是欲望很复杂，可能有很多各种各样的欲望，所以呢对于他们的这种回收已经是就是需要把他们整个人给回收掉了，并且已经成为了一种像岩石或者说树干一样的姿态。包括就是他们找到的这一处水源，里面有那种生物界，其实我有点多少让我想到周周里面那个 Foo Fighter FF 里面有很多什么 plankton 之类的东西吧。其实也像之前立刻他们找到的那个生物，他们油煎呀、煮沸呀什么的，人家还在那儿动呢。这些已经到6层或者说是更底下生物，他们肯定是更强的这个适应能力吧。这些水源啊什么对他们来说已经不足为惧了。而且就是当你的这个愿望一旦被这个就是探索已经探索完了，你的这个人这才变成这种树干形态，就是也让我想到生孩村一样，就一旦你已经找到了你的宝物，你的旅程也就在这里结束了，停止了。瓦兹强也真的是一个不择手段前进的人吧，毕竟他们都已经没有了退路，都是已经是这样被赶出来的人了。对于他们这个团队来讲，他又怎么不算是一个真正的领袖呢？但是这样子的代价还是挺大的，可能宁愿一死也也许比这样的情况还要好一些。这一集后面一点形态的这个伊尔缪伊已经很像法普塔了，不仅是他头上这个装置，还是他的这个衣服。我记得之前也说过，法普塔它是大家欲望的一个孕育出来的生命，现在应该还不算很清楚伊尔缪伊他真正愿望是什么，或者说有几个吧，但是至少现在他应该是就身体比如说是感受不到疼痛的，然后就是我觉得可能是他想成为一个母亲，他想生育，但是我最开始是觉得他应该许愿望是跟大家有关吧，就比如说让大家能够好起来活下去之类的，尤其是他跟维克的这个羁绊，同时也考虑到维克到现在还保持着人性吧，我觉得他说不定也有许下就是不要跟维克分开的愿望呢。维克真的，我觉得他就是这种温柔的具象化，他真的就是非常包容的角色，我还是很喜欢他的。其实贝拉福也是，我觉得贝拉福他也一直有把维克跟伊尔缪伊他们的羁绊看在眼里。
瓦子强也真的已经不是凡人了，他跟波多尔多都有一拼了。吃掉这些婴儿来说，就是对于伊尔缪伊，虽然他们每次都是不断的重复的死亡，已经见识过无数次，但是对于伊尔缪伊来说，每一次他孩子的死都对他来说是一个巨大的伤害，心理上的创伤吧。如果真的要继续靠伊尔缪伊不断的生产，然后呢不断的救活大家，给大家吃，就是煮出来，不断的这样把这些婴儿煮成饭给大家吃的话，这对于伊尔缪伊来说会就是意味着什么呢？而且就是又想到生孩村它本身就每个人都有价值嘛，而且这些孩子对伊尔缪伊来说就是他的价值啊。虽然这些孩子们都并不是真的人，也不是人形态的，但是也算是伊尔缪伊他的这种亲生骨肉吧。瓦子强真的是个太狠的人了，就是完全不断的这样索取他人的价值，但是怎么又不算是一种极度的理智理性呢？不愧是为这个大局，或者说为他的团队能够尽到一切极端的方法吧。这个地方也已经不再是人类社会了，不是传统意义上的脱离了这种传统的道德的这种限制吧，所以他们已经是一种非常野蛮生长的状态。对他来说，这个极其残忍的事情就是能让他的团队活下去，那他就会这么做。其实又让我想到了就是很经典的电车难题吧，就是这个时候你到底是选择为了所有人的生命而去牺牲，就是几个这些快要死去的也不是人形态的小孩，还是说为了就是也放弃掉所有人的生命，就为了不去伤害就是这些反正也会死掉的这些婴儿呢？深渊还真的是非常恐怖的，就给我一种就是这个蛋它是这种愿望的摇篮，欲望的摇篮，它其实生孩村雏形就是这种类似于是一个生育的摇篮或者说是子宫，然后是靠着这样子的一个人类小女孩已经发生身体畸变的这种女孩，然后作为这种生殖器。而且那些就是因为自己杂念太多而被这个愿望的蛋变成就是岩石或者树枝形状的这些人们，就又像是回归到了深渊的这个结构里面，他们再过多少年就会变成深渊的一部分。现在也算是知道伊鲁布鲁这个村子生孩村他们的这个化身，算是应该就是伊尔缪伊。我记得那个老板娘阿姨教立刻生孩语的时候也说过，什么伊鲁布尔他的名字里面有什么5城市村庄，然后呢还有摇篮，然后还有母亲，其实都已经很明显的指向了伊尔缪伊吧。不过我现在就是也很好奇，既然就是所有在深渊里的这些都是有来有回，是有夺取但是也有付出代价的时候，那瓦子强在这一刻选择了牺牲掉伊鲁缪伊这些孩子们，那我觉得总有一天深渊会给出答案，就是说瓦子强他也会得来可能他所要承受的这种恶报吧。那这期视频就结束了，我们下期再见了，拜拜。